こんにちは、アンナスです。今日は前回の続きのセリアのスタンプの女の子の方をやってみようと思います。はい、それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは女の子の刺繍をしていきます。またクマの時と同じようにスタンプ、英語のスタンプを押します。ちょっと濃かった。で、女の子のスタンプを、だいたい真ん中あたりに、はい。ここはね、塗りつぶすから、インクが薄くて OK です。じゃあ、これで刺繍していきます。刺繍枠をはめます。ではまず肌色からですね。もう肌色は341、コスモの341がおすすめです。2本取り。で、髪の毛でも腕でもいいんですけど、ちょっと広いところに最初の並縫いを入れます。で、ギリギリで留めて、糸が渡ってる上、一つ前の穴とかに刺して、ギリギリでカットします。ちょっと顔の面積がものすごく少ないので、ハンコの場合は線の外側を刺して線を、隠すようにするんですけど、それでももうちょい大きめで、髪の毛の方はだいぶ上からかぶせるので、ちょっと大きめに多めに顔を刺しといて大丈夫です。で、おでこの方は結構上の方まで刺してもらって、で、首。これで一旦裏に絡めて終わらせます。で、次が髪の毛ですね。髪の毛は茶色にします。次、髪の毛はおでこのあたりから針を出して、耳はないんですけど、耳作ってもいいかな、いいや。で、この顔の一番下あたりに前髪みたいにこうやってやります。なので、顔はちょっと多めに刺しといた方がいいんですね。上に
かぶせるんで。で、このままサテンステッチで後ろに刺していきます。で、後ろ髪の毛あるんですけど、これは後で刺すので、まずは頭の部分をこうやって丸く刺していきます。これで刺し終わったら、このなんか多分三つ編みだと思うんですけど、膨らみが3つあるので、それぞれ1つずつ刺していきます。丸を3つ作るような感じなんですけど、髪の毛なんで上から下にこう流れてるんで、向きはこの向きで、なんとなくまん丸にしなくていいです。三つ編みなんで、ちょっと縦長の丸って感じを3つ作って、で、一番下なんか丸くなってるんですけど、もしあれだったら、なんか髪の毛結んだ時最後下の方ってこうちょっとひょろひょろっと出てる部分ありますよね。なんかああいうイメージで刺してもいいと思います。はい、では次、ブラウスを刺していきます。真ん中に基準を入れて上と下と埋めていきます。腕はこのブラウスなんですけど、このまま横横にいってもいいし、ちょっと斜めにして、このまま手の方まで斜め斜めで刺していきます。で、次はワンピースを刺していきます。まず胸の部分は横に刺すと大変なので、もう縦でいいです。縦で2本ぐらい。ここがボリュームあってもあれなんで。で、その後下はロング&ショートで刺していきます。縦ですね。横に刺してサテンステッチでもいいかなと思うんですけど、なんとなくロング&ショートステッチを縦にするっていうのが割と私の中で過去いろんな刺繍をしてなんかそういう感じが多いですね。まず1段目。長いのと短いのは作らないで3分の2ぐらいのサイズにしてジグザグに刺しておきます。はい、そして2段目は下から出して平行にザクッと刺します。で、また今ここに刺したんで場所変えて隣に刺してしまうと溝ができてここになんかこう溝ができると変なので場所を変えて刺します。多分2段階ぐらいでいいと思うんで2段目はもうここの線の通りに刺していきます。はい、では足なんですけどなんかすごいちっちゃくて可愛いんですけど、これ刺すの大変だから太くなるんですけど、もうこれまとめちゃいます。これで1本ってことにしたいと思います。で、ちょっと靴下を履かせようかなと思うんで、まず肌色を少し入れて、で、糸変えて、で、今度白で、靴下。またさらに横横。
なんかちょっと斜めになってるんで、これはしょうがないのでこれに合わせましょう。この下のイラストの通りにちょっと斜めにして、でちょっと足の方をちょっとつけとこうかな。ついてないけど。でこれに黒で靴を履かせるので、この今白で刺した一番下のところに黒で2段ぐらい、2本ぐらい、もう一歩いりますね。こんな感じで、足の方もちょっと足して、ちょっと足らなかったな、足の先の方も。これでもうこれで仕上げでもいいし、ここにストラップ入れるとそういう靴になりますね。でリボンも黒にしようと思うんで、もうこのままビューンと上に上がって、でリボン、この下絵通りちょんちょんちょんと三角が上と下と、だからほんとリボンのような感じでついてるので、どんどん大きくなってきた上に足すとどんどんリボンが大きくなってきてるけど、別に変ではないので大きくしちゃいます。なんか上だけでも良さそうでしたけど、一応スタンプが残って消えないのでちゃんと下も刺します。こんなもんかな。これで女の子のは一応刺せたんですけど、これでも全然可愛いんですけど、ちょっと私は水玉模様をつけていこうかなと思うので、白でちっちゃいストレートステッチをちょんちょんと入れていきます。なんかなくても可愛いんで、もうこのままでいいかなって思うんですけど、大人っぽいんで、水玉入れると一気に子供っぽくなってしまうんで、もうどちらでもいいです。はい、これであとプレゼントを刺していきます。これももう白続きで横横に四角を刺していきます。はい、手は横に1、2、3本ぐらいちょんちょんと出しました。で、リボンですね。リボンは縦と横に2本取りでこうやって渡しておいて、ちょっと曲がっちゃったいいですね、曲がっても。これでこういう感じで、この下書きのスタンプの通りにこのリボンもこういう感じ、2本ずつぐらいでいいかなっていう感じですね。これで裏に絡めて、これで出来上がりです。くまちゃんと女の子で、じゃあまたブローチに仕立てていきます。
はい、ではブローチに仕立てていきます。これの外側1センチ、1.2 センチぐらいのところにをハサミでカットします。で、刺繍糸じゃなくって縫い糸を何色でもいいんで用意してもらって、これをぐし縫いしていきます。玉留めにしてぐし縫い、並縫いをぐるっと一周。で、縫えたらこれを入れてギュッと締める。で、あとはちょっと拾って内側にギュッと引っ張ってひっ詰めていきます。星形みたいな感じでひっ詰めるといい感じです。もうちょっと下にしよう。これで玉留めにしてでボンドでくっつけます。ボンドは透明の方がおすすめです。で、金属用、木工用だとつかないので金属用でつけてもらって、ですぐくっつかないのでマスキングテープで留めます。もうすでにちょっとふわっと浮いてきてるんで、くっつくのに結構3時間4時間ぐらいはかかるんで、ちょっと押さえておくといいですね。これでくっついたら剥がします。出来上がりです。以上です。こんな感じ。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。